はい、皆さんこんにちは。こちらの僕のメインマシンリニューアルしました。こんな感じです。というよりもボディを変えたらだいぶね雰囲気変わりますよね。というのもあるんですけれども、最近いろいろジャパンカップ用のマシンだったり VZ シャーシとかやっていたので、このメインマシンに手をかけてあげられる時間がねあまりなかったんですよ。大体ね終わりましたのでご紹介しようかなと思います。作り方に関してはほぼほぼね僕の動画で上げているので、今回僕がどこをどういう風に直したかったのかとか、その辺のお話と一緒に各パーツを簡単にご紹介していきたいと思います。ミニ四駆を走らせていたら挙動がねすごい乱れてしまったりとか、毎回違うところでコースアウトしたりとか、毎回違う感じでセクションをクリアしたりとか、そういったことがね僕のマシン多かったんですよ。多分ねこういったギミックとかそういった動きが悪いんじゃないのかなとか、変な風に動いてるんじゃないのかなって思っていたんですよ。気になり始めると直したくなるのと、それのせいにしちゃうんですよね。ここの動きこんな動きするからうまく走れないんじゃねえのかとかっていう話じゃないですか。ということでね、僕もね自分に喝を入れて直したわけなんですが、まずはねボディですね。ボディネオ VKS を使いました。このね取り付け方法は、Twitter とかでねよくかっこいいマシン上げている方たちいらっしゃいますよね。そちらをね参考に載せました。といってもねちょっとね違うところもあるんですよ。このボディの前の部分の取り付け位置、この提灯のところ中の方でね干渉してしまっているところがあって、削ったら取り付けるところがなくなってしまったので、プレートをね1枚こういう風に増設してこんな感じで取り付けました。あとウィングの方ですよね。ウィングはねやっぱりねかっこいいんでね僕取り付けたかったんですよ。こちらはキャッチャーダンパーに搭載しました。ボディの方を取ったんで提灯をご紹介していきたいと思います。提灯はいわゆる簡単提灯、これね実はジャパンカップ用のマシンで1回作ったんですが、ロゴを残したかったんですよ。あっちの方は見えるように作ってみたら反対側にロゴが来てしまって、使えねえなってなって、とりあえずね取っといたやつなんですよ。これをメインマシンに搭載できるようにしました。肉抜きとかもねしてちょっとおしゃれにしてみたんですが、この辺はねそこそこいい感じにできたかなと思います。取り付け方とかはね5連のそのジャパンカップ用マシンと一緒で、この真鍮パイプをねここに入れてこんな感じですね。この提灯も以前使っていたやつが歪んでたんですよ。それが原因で動きがね悪いのプラス、ちゃんとねこういう風に定位置に戻らなかったんで、最初はねその歪んでいることに気づかなくて、なんでこの提灯ってこんな動きが悪いんだろうなって思っていて、作り直してみたらあれもしかしてこれ歪んでるんじゃねというのに気づいたんですね。で今回こちらの提灯もしっかりこうやってスムーズに動いて、ここにしっかり戻るようにしました。この辺の当たるようなところをしっかりね削って当たらないようにして、この提灯のね高さとかも合わせればわりかしねいい感じの位置に来ましたね。もうこれだけで気持ちいいですよね。スムーズに提灯が動くっていうの。フロントバンパーは以前作ったものとほぼほぼ変わらないんですが、スラスト抜きがね少し大きかったのでそれを改善しました。といってもねまだスラストの方はね若干抜けるんですが、だいぶねマシになって、本当はねユニットからね作り直した方が良かったんですが、こんな感じでバンパーカットしたところにカーボンの壁を立てて、ここにね当たってスラストが抜けないようにしました。これをやる前はシャーシのちょろっと出てたところに微妙に当たってスラスト抜け防止って感じだったんですが、やっぱりねプラスチックなんでシャーシが削れてきてねどんどん抜けるようになってしまったんですね。その辺をちょっと改善しました。こちらのねスラスト抜けに関しては
別にね、スラスト抜け防止がなくても全然問題ないっていうマシン構成の人もいらっしゃいますので、僕はね、このスラスト抜け防止、理由はね、スラストが抜けてレーンチェンジ入んなかったとかね、思わないように、どうしてもね、なんか言い訳に使いたがる感じがしてしまうので、ちょっとね、防止して、いや、俺のマシンスラスト抜けないから、違うところに原因があるんじゃないのかって考えられるようにしてみたっていう感じですね。リア側のアンカー、新しく作り直しました。といってもね、使えるこういった補強のプレートとかはそのまま移植して使っているんですが、構造的な部分は全部作り直したんですよね。で、このアンカーの動きがね、僕、あんま前使っていたやつが好きじゃなかったんですよ。動き的にね、気になる動きっていうのがあって、それをなくすために作り直しました。それが、このマシンはね、もう改善されているので、そうならないんですけど、リアローラーの下側のローラー、これをね、こういう風に押すと、上にこうやってね、グイって上がってしまったんですよね。それが嫌で作り直したんですよ。で、こちらは実際にね、ここを押しても上に上がりませんし、後ろにもね、そんなに動かないようになっています。こっち側もですね。あとは、横のこのスライドの防止。これもね、ほんとちょっとだけ動くぐらいの可動範囲になっています。もう必要最小限っていった感じですね。ここのストッパーに関しては。ただこの制御をすると、しっかり動かないっていうことがあるので、その辺は細かくすり合わせの方をして調整をしました。アンカーが持ち上がって定位置に戻る。そして横や後ろにあまり動かない。アンカーがね、悪さしてジャンプ後のマシンが傾いたりとか、レーンチェンジが入らなくなったりとかあるんじゃないのかなと考えたら、その辺のね、言い訳に使っちゃうじゃないですか。いや、俺のアンカーちょっと精度が悪いから LC 苦手なんだよねとかっていう感じなんで、気になっていたというのもあってしっかり直しました。それ以外やったのは、このボディを NeoVQS にしたらやっぱりね、低い位置に持っていきたくなったんですよ。今まで使っていたサンダーショットだとそんなに気にならなかったんですが、ここにギアカバーをいつもつけていたんですよね。ボディを低く乗せるためにそれを取って、電池押さえにこのシャーシの両サイド、スーパーハードタイヤのランナー半分になっているところですね。これを瞬間接着剤で留めて固定できるようにしました。ただなんかね、これだけだと外れちゃうような感じもしたんで、ここ今黒い紙手真ん中あるじゃないですか。これはキャッチャーをね、切って折り曲げたものなんですが、これをこんな感じで両面テープにね貼ってあるんですけれども、電池の前側っていうんですか、ここら辺に挟むような感じにして、ちょっとね、ここの幅をね狭くして電池が取れにくくしてみました。この辺はね、もうちょっといい方法が見つかったら変更していきたいと思います。最後に作り変えたのはキャッチャーダンパー。これもオーソドックスなものにしました。ウィング乗せたかったっていうのもあるんですが、もうね、作ったものはね、ジャパンカップのマシンと同じ形状のキャッチャーダンパーですね。こんな感じでビスを通してウィングの方を止めてあります。今回は僕のメインマシンをご紹介させていただきました。本当にね、素直に走ってくれるマシンというのをね、最近は目指しているんですけれども、一応ね、軽くですけど走らせてきました。もしかするとね、VZ シャーシの方で同じね、走行動画出ると思うんですが、ライトダッシュモーター、そしてノーブレーキ、この状態でコースを3セット9周分走らせて、同じセクションで同じレーンは同じように飛ぶのか、そういったところをね確認してみたんですが、
これがね、思ったようにね、素直に同じようにね、飛んでくれたので、ちょっとね、一安心しているんですよ。今まではね、マシンをね、早くしようっていうことをね、メインにずっと考えていたんですが、早く走らせるためにマシンの精度っていうのか、そういった面も上げていかなきゃだと、本当にね、いろんな人と走らせて思いました。まだまだね、速くなると思うんですよ。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。かっこよくないですかね？自分でね、そう思っちゃうんですよ、僕。割かしなんでもね、自分で作ったものいいなって思っちゃうタイプなんですが、いや、今回ね、塗装もね、いつもの汚い塗装と、この黒の切り返し入れて、綺麗なところを作って、こっち側もあるんですが、ここら辺も分けてみたら、あ、これいいなって、ちょっとね、ハマっちゃったんですよね。またね、ウィング好きなんですよ、僕。このね、ウィングがあるマシンっていうのをね、作りたかったんで、形が好きな NeoVQS。ちょっとね、在庫の方がもうなくて、買い足さなきゃいけないんですが、意を決して使ってみました。やっぱりね、お気に入りの自分がね、かっこいいなっていうマシンだったり、なるべくね、走らして不満が出ないようなマシンっていうんですか、そういった方がね、テンション上がるので楽しいかなと僕はね、個人的に思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。